堕落した人間はまだ助かるのだろうか。初は9位までのプレイヤー、そんな疑問があるのではないでしょうか。本来9域は自称科学技術の下で、生贄はすでにフンと戦うのに十分である。地域で使います。生贄長の案内で無数の遠慮が閉鎖された。この点は嵐のファイルも、非色の議題ストーリーにも言及されています。しかしガンギエの出現はこの優勢を劣勢に変えた。生贄は戦闘中に殲滅に変換されるだろう。不運の手先となる。逆に前のチームメイトを襲った。加えて9域が現在直面している域エネルギー危機。代替エネルギーがなければ、同然では息を吸収することはできない。タイムスタンプシステムを駆動することができません。手段を失ってしまいました。これが消えた場合には、9域の覆滅はすでに定局となった。9域の体制を挽回するために、この局面を救う。最優先の破局の方法は陥落を呼び覚ますことだ。ガンギエを知るために、まず公式の資料を見てみましょう。ガンギエは戦いの中で添加された。これは特に重要です。これは彼らが本当に死んでいないことを示しています。人間の意識が一時的に抑えられているだけです。わかりにくい意識が彼らの体を引き継ぎました。意識が死んでいない以上、覚醒の可能性があります。この仮説を立てた人が属神の母人石である。体を引き継ぐことは知らないわけではありません。海は偽物に憑依されたことがある。人間の意識がまだ消えていない以上、それは治療の可能性がある。そこで人石は色々と奔走していました。やっと指示された。その中で幻影級の指示が最も強かった。幻影宮本は9域の密かな守りだった。生贄の影とも呼ばれています。彼らは自分を英雄と呼んでいます。そのリーダーが9域第1枚姫ヒーローです。同じように光が見えない存在です。彼らがこのことを主導するのが最適だ。そして雲山山荘裏山の下で特殊な研究所が建てられた。星雲所と名付けられました。九州の重機の強さのおかげで星雲所内は施設が完備している。条件は外部環境よりも優れている。その中のメンバーはより良い生活条件のためのガンギエとのつながりがあります。身内もいます。しかし星雲の事件は極秘でした。外部からは絶対に漏らしてはいけない。誰かが研究していることを庶民に知らせれば天下が乱れるに違いない。秘密が第一の条件になる。そのためには旅行を制限することが必要です。それ以外は安全を研究するための責任者がいなければなりません。この人が属籍である。これも色々と彼女を支持する条件の一つだ。契約書にまで書かれています。星雲の安全を守るために黄色も幻影級 AA を派遣して日夜保護しています。このような様々な援助の下で研究は軌道に乗り始めた。ちなみにこの時点で州にも組織が設立されました。それが先代の白コナンオンが主導した武功士です。その研究の主な対象は不運である。弱点の研究。当時の戦いに価値のある情報をたくさん提供した。当時9域のトップが重視していたプロジェクトでもあります。星雲のすべての異曲と同行の妙。最初は研究所の充電は肉体的治療にある。これは現在患者がいるようなものです。彼の魂が傷ついたことを知っているのか。でもあなたは魂の治療法を知らない。じゃあまず彼の肉体を修復するしかない。そこで最初の研究は薬を探すことに重点を置いていました。でもすぐに失敗しました。死んだ人を起こすと肉薄骨の薬はそんなに得られない。研究が行き詰まった時、ある研究員の発見が転機をもたらした。彼は方便です。放送といえば星雲が研究した重要な人物でもあります。その研究意欲は高まりすぎている。すでに強魔研究の代表である。研究で過激な行動をしています。ガンギエは危険な生物だ。破綻から出る危険がある。突発的な事件では彼はバイラカンから出た裏地を派遣した。殺された後、放出されたエネルギーが彼の波中に影響を与えた。植物がわいせつ草に変わった。わいせつ草を満たす9域では誰も聞いていないわけではない。逆にこの植物はまだ有名です。西暦2692年に記載されています。ヒヨイグザは幻覚を起こす作用がある。人の意識に影響を与えることができる。しかしそれらはエネルギーの影響を受けて生成されています。したがって9域では民命で廃棄された存在である。しかし今は逆襲実験の命綱になっています。敵は仮説を立てた。ガンギエはヒヨイグザに反応しますか。すぐに干し草の育成室の建設に成功した。ヒヨイグザに含まれるオスミウムエネルギーを最大限に利用するために星雲所内に抽出室を設置しました。これは仮想無システムのために用意されています。それが蜃気楼システムです。蜃気楼システムはヒヨイグザから抽出された大晦日のエネルギーである。巨大な幻影が作られています。直感的に仮想世界と捉えることもできます。これで星雲所の研究は第2段階に入り始めた。仮想と現実の同時研究。まだ覚えている嵐が投入した時、研究者は何と言いましたか。ヒーロー様、嵐が初めて蜃気楼の世界に入った。蜃気楼の世界に入る。そうです。ここに嵐が入ったのが本当の星雲所です。研究は現実空間だけで行われるわけではありません。仮想蜃気楼の世界で同時に行われています。蜃気楼の世界の全ての存在はフィクションか、アップロードされた意識体か。この辺は非常に重要です。このことからわかるように、星雲の研究真相は生贄から転化したオスミウムを捕獲することである。再利用装置は脳の意識を蜃気楼の世界にアップロードされた研究所。そして現実の研究者は意識的に機械を介して蜃気楼の世界に入る。覚醒実験の研究を行う。ここまで言えばもう分かったでしょう。実際には2つの星雲所があります。一つは現実の、もう一つは蜃気楼の世界の。しかしこの実験は問題が生じやすいのです。ラジウムの実験体は不安定だ。意識を蜃気楼の世界に伝えることはできません。廃棄処分しかできません。シナリオではこのような現象を活性化データが満たさないと呼ぶ。人石様367号の活性化データはすでに実験需要にマッチしていません。流れ通りに処理しよう。この不確定要素は実験に致命的だ。今日も実験体は要求を満たしているかもしれない。明日は処分するしかない。これまでの実験体での努力は無駄に等しい。しかしこれは重要ではありません。忘れないで。全ての鎧は戦いの中で転化したものである。彼らは人間の意志を持っている。つまり実験体を処理するごとに人を殺すのと同じだ。このような財宝は全て発起人の人石が負わなければならない。それが真実を知ってさまよっていた理由です。逆襲のための実験。彼女の母親の人石の手はすでに血にまみれていた。しかしこれは膠着状態を打破して9域を救うために必要な犠牲です。これを見てあなたは蜃気楼の真実を知っているでしょう。しかし私たちがストーリーに入っているのは本当の蜃気楼ではありません。蜃気楼システムが残したほんの一部です。では本当の蜃気楼の世界はどうやって不滅したのでしょうか。ストーリーの中で何度も言及されています。蜃気楼の世界の動きとともにエネルギーを消費することが増えています。このエネルギーのために
もっと極限までわいせつ草を抽出しなければならない。しかし抽出自体に危険性があります。小数点数を間違えると災難を引き起こす。結局事故が起きた。供給エネルギーの元がなくなった。蜃気楼の世界もバラバラになった。でも忘れないで。蜃気楼の世界は実験体の意識だけではない。研究者の意識も持っています。実験者の研究所がなくなった。廃棄せざるを得ない。だから現実に星雲が壊れていないのに。しかし廃棄された理由は、牢の中の真の星雲が覆滅したからである。星雲の研究は歴史の塵にもなっている。運が悪くなってから、意識レベルから抜け出せなかったんです。蜂の水意識も体をコントロールしても、わかりにくいのは物理的な意味だけではありませんか？実際にもイデオロギーで存在することができるのでしょうか？謎はますます大きくなってきた。これから私たちのストーリーの経験について話しましょう。ねえ主役は完全に非色に計算されたんだよ。あなたは死ぬか。マーラ彗星の位置に時間を戻しましょう。主役は駆け足でロケーターを買いに行く。そして買い物にいる妃に会いました。当時風はここが偶然ではないかと疑っていました。今は偶然ではないように見える。私たちは生きがいからの変数です。不信を導く採用の人選でもある。ここの論理をはっきり説明しなければならない。時間がまだ前に押さなければならない。1ヶ月ほど前に、ジェットコースターの裏山に10歳くらいの女の子が現れました。彼女は属死んだ。母親の後を探しに来たんです。彼女は母親がどこにいるのかわからない。彼女を引き取った王の口から知っただけです。母は裏山から来ました。しかしこの時の星雲は破棄されました。裏山には暴漠化した英霊がうろついている。なぜ傘を持っているのか聞かないでください。なぜ欲張りなのか聞かないでください。私は言うしかない。ストーリーにはこのように紹介されています。これも PV とストーリーのつながりです。人心がずっと追いかけられた。嵐とヒーローに出会うまで。ヒーローの死の前の下で。暴化した英霊は皆非売と化した。そしてこの後、非色は星雲の存在を人心に告げた。人心も村に戻ってきました。それ以来彼女は裏山に探索に行き始めました。当時の真実を垣間見るために。これはなぜ浮雲の存在を知っているのかということです。そして入る権限を持っています。すべて母人石が非色に頼まれたんです。しかし人心が見つけたのは幻の世界だけでした。研究所で過去に起きた断片を何度も繰り返します。しかし人心は幻とは相互作用できないからです。なかなかその真相を発見できなかった。ちょうどこの時、9域の変数実行者が現れた。ヒーローは嵐からも私たちの存在を知っています。天川市で偶然会いました。これは私の疑いではない。当事者がどのように認めているか見てみましょう。次の資料は非色の擬態会話から来ています。最初に挨拶したのは普通だった。それで、今後どんなに気を悪くしたことがありますか？お許しください。これは初対面で言うべきことですか？主役が若すぎるのを責めるしかない。社会の険悪を知らない。貴様が言ったことは本当に罪を犯します。その後主役は人心が行方不明になったことを知りました。巻き込まれ始めました。このようなことが起こったのは、非色の目に収められています。意識した時の別のアカウントをアップロードしたことを覚えていますか？そうだ、危機に入った後、非色も亡した。そして危機の隣にあります。幻の世界ではここが集団意識上の伝達室であることが分かりました。これが砂糖が人心に与えられる理由です。まず幻の世界に入ったのは人心です。彼のアカウントは人石などが残した裏口だ。観光客のアカウントに属します。見てもいいですが参加できません。主役のアカウントは嵐の登録できるだけでなく、シーンと交流することもできます。幻の世界の発展に影響を与えます。破局の鍵でもある。非色のアカウント権限は私たちの上にある。まるで楽屋の管理人だ。星雲が残した混乱を収集するために、彼女の目的は主役を導いて属心を導いて真実を発見することだ。人心を導くのは人石の依頼によるものである。では主役を導くのは何のためですか？幻の妃色の違いに気づいた人も多いのではないでしょうか。彼女は私たちに多くの同意を話してくれた。私たちは未来に選択に直面するとも言った。でも本当に選んだ分かれ道に立っているとゴールの方向がよく見える人は何人いますか？責任が大きいほど選択が重くなるということを覚えておいてください。あなたが手にしている力が多くの人の運命を動かしているからです。スーパーコンピューターの列でも、それともヒーロー玉さんだ。どれも謎々人だ。彼らは未来に何が起こるか知っているようだ。でも言わない。最後の選択は一体何なのでしょうか？南欧反乱もこの選択と関係があるのでしょうか？後を待つしかない。物語の中で私たちが見た幻はビルの残りの一部に過ぎない。それを一つの虚と捉えることができる。架空の人物と意識は同じ行為を繰り返しています。変数が現れてこの虚構を破るまで、私たちはこの変数です。嵐のアカウントを引き継ぐ実行者は絶えず行動することで、ついに行き詰まりを打開した。その結果人石に人心が見えました。その前に、塵の心だけが人石を見ることができる。しかし塵の後には人心が見えません。親子があった後、幻の世界にも価値がない。最後に黄色の炎の下で灰となった。私たちが登った時、非色は早めに出てきていません。花びらだけが彼女が来たことを証明している。外に出て出会ったのは誇りを迎えに来た嵐です。今回の属心はすでに心の疑いを解いた。正式に永遠に入ることができます。これで全編完結する。このストーリーから見ると、9域もやはり間星の一部ですね。少なくとも人間は、影で危険な事件をするのが好きです。開拓士と同じもんを出たようです。どの時空でも、研究者の心の中には騒動の心がある。ハイカンドは機体システムを作った。ベラはレベジ検体を作りました。9域は何を作るのでしょうか？期待できそうですね。この解読は皆さんに理解させるためです。ストーリーの疑問点、大雑把な紹介に属する。より詳細な解読はその後も更新されます。今回のタタは本当に大仕事でしたね。はい、今期はこれで終わります。風に注目して違う幻の塔を体験。